皆さん。今日はドイツのベリンに来ました。ベリンへようこそ。今回は3泊4日でベルリンを訪れました。ドイツ人のマークが考えるベルリン観光で欠かせない名所やおすすめの老舗レストラン、ホテルを紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。このブランデンブルク門は約200年前作られた。その時は、ベリンの入り口として作られた。向こうの方は外。で、この道路をずっとまっすぐ歩くと、ベリンの城に着く。そういう感じで。で、像は何？その結構面白い話がある。その像は、ビクトリア、勝利の女神。でも、出てから10年以内、実はナポレオンに持って行かれた。あ、そその時はナポレオンベリンに行って、で、その後、その像を取ってパリに持っていく。マークの言う通り、1806年にナポレオンによって一時パリに運ばれましたが、1814年にベルリンに戻されました。ブランデンブルグ門は1788年から1791年にかけてプロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルム2世の命令で建設され、古代ギリシャのアクロポリスにあるプロピライアをモデルにしています。冷戦時代にはベルリンの壁の近くに位置し、東ベルリンと西ベルリンの分断の象徴となっていました。1989年11月9日のベルリンの壁崩壊後、門は再び統一の象徴としての役割を果たしました。しばらくすると愉快な音楽家たちがやってきました。ブランデンブルグ門の裏には巨大なサッカーのゴールが設置されていました。続いてやってきたのはドイツの国会議事堂ですが、残念ながら1週間前にチケットの予約サイトを見た時にはすでに3週間先まで埋まっていたので入れませんでした。戦勝記念の塔へ向かう途中、公園の中を歩いているとある生き物を発見。野生のリス。ドイツ語ではアイヒュンヘン。1873年に完成されたこの塔は、プロイセンがデンマーク、オーストリア、フランスとの戦争で勝利したことを記念するために建設されました。大理石と花崗岩でできた円柱の上には金色のビクトリア像が立っています。塔には地下通路を使ってアクセス。
1階には塔を建てるきっかけとなった戦争に関する歴史や塔の装飾に関する情報、ドイツのランドマークに関する展示物が展示されています。螺旋階段を上って真ん中の階層へ。この塔はもともと国会議事堂の近くに建設されましたが、1938年から1939年にかけてナチスドイツの都市計画の一環として現在の場所に移設されました。ちなみに国会議事堂は1933年のドイツ国会議事堂放火事件や1945年の第二次世界大戦により大きな被害を受け、冷戦期には使用されていませんでした。1990年のドイツ再統一後に再び使用されるようになりました。ここからここへ移動。この記念碑はドイツが第二次世界大戦中に犯したユダヤ人に対する迫害と殺害の歴史を忘れないために建設されました。うん。いきなり高くなったね。ね。差別はいつもちっちゃいものからスタートしてる。うん。でも気づく前にすごく深くなる。それを示したいかな。ああ、おお、まあね。確かに。ブロックは整然としたグリッド状に配置されていますが、地面は波打っており、歩くと不安定な感覚を覚えるように設計されています。迷子になりそうだね。そのままだね。うん。気をつけないと。ここら辺高いね。子供だったらなんかパニックになりそう。ああ。なんか結構狭い？うんね。記念碑のデザインは訪問者が迷路のような空間を歩きながら孤独や不安、迷いを体験できるよう意図されており、これはホロコースト犠牲者の苦難を象徴しています。少し移動をしてチェックポイントチャーリーへ。ここは冷戦時代のベルリンにおける有名な検問所で、東ベルリンと西ベルリンを行き来する際の主要な通過点の一つでした。第二次世界大戦後、ベルリンはアメリカ、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国によって分割されました。1949年にドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国が成立し、ベルリンも東西に分かれました。東ドイツがベルリンの壁を建設すると、東西ベルリン間の移動が厳しく制限され、この検問所は主に外国人、外交官、連合軍の軍人が東西ベルリンを行き来するために使用するようになりました。1989年11月9日のベルリンの壁崩壊後、
壁の一部は保存され、1990年に118人のアーティストたちによってアートが描かれました。これらのアートは平和、自由、和解などをテーマにしています。その中でも特に有名なのがドミトリ・ブルーベルの兄弟のキス。東ドイツのエーリッヒ・ホーネッカーとソビエト連邦のレオニード・ブレジネフがキスを交わしている姿が描かれています。このキスは東ドイツとソビエト連邦の間の強い政治的結びつきと社会主義諸国間の兄弟愛を象徴しています。ブルーベルの作品はこの関係を皮肉的に描き、ソビエト連邦の圧力と東ドイツの従属状態を批判するものとしても解釈されています。お次はベルリンで最も長い歴史を持つレストランを紹介。ツアレッツテン・インスタンツは1621年に設立され、ナポレオン・ボナパルトなど歴史的な人物が訪れたとされています。そしてこの料理はグリルハクセ、胡椒やニンニク、クミンなどのスパイスでマリネして焼いた豚のすね肉。皮がパリッパリで最高に美味でした。この料理はコールビッケル、ロールキャベツのような料理です。美味しいけどボリューミーで満腹。実は前菜にトマトスープも頼んでいました。そしてこちらはメレンゲを使ったデザート。これがなかなかのサイズで、隣のテーブルのお姉様方も驚きの様子でした。こちらはチーズスフレ、洋梨付き。全体的に量が多かったのでメインだけで十分でしたね。ドイツの伝統料理が楽しめる素敵なレストランでした。次の目的地へ向かう前に、今回滞在したホテルを紹介。ホテルアドロンは1907年に創業された歴史と豪華さを誇る5つ星ホテルです。1920年代から1930年代にかけて、ホテルは多くの著名人や王族、政治家の宿泊先として利用されました。チャーリー・チャップリンやアルベルト・アインシュタイン、マイケル・ジャクソンなどが滞在したことがあります。私たちの滞在中も著名人らしきゲストを見かけましたよ。部屋の位置によってはブランデンブルグ門やホロコースト記念碑を見ることもできます。ではお部屋の中を紹介。ちなみに今回の滞在はマークさんから私へのご褒美。3泊4日のうち初日と最終日は目いっぱい部屋で過ごしました。ここはウォークインクローゼット。バスタブとシャワーは別。旅行時に必要なものでいうと歯ブラシはありませんでしたが、ソープ類はサルバトーレ・フェラガモのものが用意されていました。そしておしゃれなチョコレートを発見。創業者ロレンツ・アドロンの名前がプリントされたキャンディーも美味しかったです。3日分の朝食はこちら。プレッツェルの塩はしょっぱいので取って食べても大丈夫ですよ。1
階のカフェは宿泊者以外も利用できるので、ぜひ観光の休憩ついでに訪れてみてください。このテレビ塔は冷戦期における東ドイツの社会主義体制の威信を示すための象徴として建設されました。高さは368メートル、360度のパノラマビューを楽しむことができます。2日目は雨予定だったので芸術観光。今向かっている場所にはたくさんの博物館が集まっているので、雨予定に合わせて旅程を組みました。ちなみにドイツの電車は基本的に改札がないので、アプリもしくは駅構内、ホームの販売機でチケットを購入しておきましょう。改札がなくても不安にならなくて大丈夫ですよ。マークさん、この辺の紹介をしてもらえる？もちろん。ここはベルリンの、結構有名なところ、モゼウムセンズというところ、日本語に訳すと、博物館の島で、今ルフガーテンという公園にいて、左の方はアイツムゼウムで、すぐはベルリンの大聖堂、で、右側は元ベルリンの広、ムーゼウムスインゼルで最も注目したいのはペルガモン博物館だったのですが、なんと改装中で運営再開は14年後。残念ですね。ですがノイエス博物館も絶対に行っておきたい博物館です。この博物館もベルリンの歴史ある他の建物同様、第二次世界大戦では大きな被害を受け、建物はほぼ完全に破壊されました。その際、多くの収蔵品が失われましたが、戦後に一部が回収されました。この博物館には古代エジプトやギリシャ、ローマなどの美術品が数多く収められていますが、その中でも特に有名なのはネフェルティティの胸像。エジプト第18王朝の王妃ネフェルティティの美しい胸像です。部屋の中では撮影禁止とのことで、外からズーム撮影。遠すぎて魅力が伝わりづらいのですが、首筋まで綺麗に表現されていて、その繊細さに感動しました。もう3、4千年前に作られたものだね。すごいと思う。ね。結構細かく切られた。彫られた。すごいね。なんかおもちゃ昔のバービーとかね。昔のバービー面白いね。Push me back, pull me in, and the other way around. Pull me in, push me back. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, yeah, yeah. Can someone set me free? What do you want? What do you want?
can't see clear now. Maybe you're scared of getting hurt, but if you sit down and allow me to get close, we might work. Every time you've been calling saying this is what I want, then you ghost for a week and leave me hanging all alone. Push me back, pull me in, and the other way around. Pull me in, push me back. What do you want? 急ぎ足で博物館を巡りましたが2時間かかりました。じっくり見るなら1日ここにいられそうですね。ちょっと疲れたので川沿いで休憩。普段はクールなマークさんですが時折見せる愛嬌が魅力です。What do you want from me? そしてもう一つ押さえておきたい博物館がここアルテス博物館。この博物館では主に古代ギリシャとローマの美術品や考古学的遺物を展示しています。またベルリンのムーゼウムスインゼルに建てられた最初の博物館で、その後ムーゼウムスインゼルは他の博物館とともにユネスコ世界遺産に登録されました。プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世の命令によって建設されたこの博物館は1830年に開館。当時は王立博物館と呼ばれていましたが、ノイエス博物館の建設に伴い名称を王立博物館からアルテス博物館に変更しました。ムーゼウムスインゼルはアルテス博物館の他にペルガモン博物館、ノイエス博物館、ボーデ博物館、旧国立美術館が含まれています。実はこれは一つの石から作られた。超大きい石じゃんじゃあ。まあね。すごいね。うんね。なんか大聖堂の中でも結構大きい方でしょ。うん。でも実は、まあ、公式的は大聖堂じゃない。なぜかというと、まあ、普通は大聖堂はカトリック、まあ、クリスチャンの宗派、そうだね。キ
司教うんある教会とうんいう定義に司教がいる教会うんでも、この大聖堂はんカトリックじゃなくて、プロテスタントうん宗派の教会だよ。大聖堂は高さ116メートルの中央ドームを持ち、4つの小ドームが周囲に配置されています。ファサードには彫刻や装飾が施されており、威厳ある外観が魅力です。ベルリン大聖堂の歴史は15世紀まで遡ります。当時、ベルリンのスプリーバル島に最初の大聖堂が建設されました。現在の建物は1894年から1905年にかけてドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の命令によって建設されました。新バロック様式で建てられたベルリン大聖堂の内部は大理石や黄金の装飾で飾られ、美しいモザイクやステンドグラスが目を引きます。特に大聖堂の祭壇や説教壇、オルガンは注目に値します。約270段の階段を上ると、ドームの展望台からベルリン市内の360度のパノラマビューが楽しめます。最後はマークお気に入りのベルリーナードゥーナーのお店。ドゥーナーは日本でいうところのケバブですね。このお店のドゥーナーが本当に美味しいので、ぜひ訪れてみてください。最終日にはチェックアウトギリギリまでホテルで過ごし、車を走らせ40分のポツダムのサンスーシ宮殿に行ってきました。冬にも少しだけ行ったことがあったのですが、やはり緑が綺麗な季節に行った方がいいですね。1745年から1747年にかけて建設されたサンスーシ宮殿は、フリードリヒ大王の夏の離宮として建設されました。丘の斜面に建てられたテラス式庭園と宮殿が美しいですね。サンスーシ宮殿とその庭園は1990年にユネスコの世界遺産に登録されています。その他にもベルリン観光でちょっと時間が余った場合には、ベルリン王宮内のフンボルトフォーラムでカフェ休憩をしたり、ルーフトップからムーゼウムスインゼルの景色を楽しむのもいいかもしれません。ムーゼウムスインゼルはもちろん、ベルリンは見どころが満載な街なので、ぜひ 2,3 日以上の予定で訪れてみてください。さて、ベルリンの旅はここまで。次回はブルガリア・ルセの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。